砕けてました。AT2 を使って補助登録からやっていこうかなと思っています。ただひたすらに小麦の周りをぐるぐるしています。震える。あっという間でした。この芽が出そうなタイミングでバイドを行います。皆さんこんにちは、さおりです。今回はですね、まず小麦の追肥をしていこうと思います。私の後ろに見えているのが小麦なんですけど、秋巻き小麦と言われて、その名の通り秋に9月頃にですね、種を植えて、で冬は雪の下でじっと耐えて、7月に収穫するものになっています。はい、こんな感じでですね、生い茂ってますね。もう少しで6月にもなるので、だいぶ暖かくなってきて、どんどん成長してきました。ちなみに追肥はですね、今回で3回目になります。近くで見るとこんな感じです。ここからね、さらに穂を作っていく大事な時期なので、必要な栄養をしっかり与えていきます。今回の追肥作業は、このヤンマーの EF895 にアマゾーネという散布機をつけて行います。雨降ってた時に使ったんで汚いんですけど、アマゾーネというですね、これはブロードキャスターと呼ばれるタイプの肥料散布機で、この後ろというか下の、回転板で肥料を左右に巻いていく仕組みです。そうそう、コメントで機械の取り付けて手間がかかりますかっていうご質問があったんですけど、やっぱりね、こう外してつけてセンターを取り直してってなると結構ね、時間がねかかります。なのでね、 GPS2 台あるとその分付け替えの手間が減って作業効率がねかなり上がりました。ちなみに作業機の取り付けは私じゃなくて、いつも鍛冶職人がやってくれてます。そう、唯一その作業だけは鍛冶職人が私にはやらせないって決めてやっているらしいです。鍛冶職人が機械を取り付けてた時に、野良猫が飛びついてきて、こう手をね機械に挟んでしまって折れてしまったんですよ。で、こう爪とかぐちゃってなって血まみれになって、本人は別に何でもないよって言ってたんですけど、で無理やり病院に連れてったら普通に砕けてました。普通なら痛くてもう動けなくなるような怪我なんですけど、鍛冶職人はね、結構その後もヘラヘラっと普通に農作業をしていてね、この人本当頭おかしいなって思いました。周りからも人間じゃないって思われてます。で、なんか汚くて色がマッチしちゃってるんですけど、この部分はマシ枠です。はい、種芋の時にもあったんですが、この部分はマシ枠で鍛冶職人が手作りしています。っていうのも、アマゾーネが本当はですね、肥料1パックだいたい500キロのものを入れるんですよ。で、アマゾーネは結構大きめのものなので、500キロのパック2つ入るんですね。一応入りはするんですけど、こうモリモリになってしまって結構溢れたり、移動中どうしてもデコボコしてるところとか走るとわさっとこぼれてしまうこともあるので、このマシ枠を作って500キロパック2つ入れても全然こぼれないようになってます。結構頑丈で、こんな感じ。はい、ということで早速ね、肥料を入れていきます。 NK20 というものを使います。窒素 20%、 アンモニア体窒素 11%、水溶カリウムか 10%、 マグネシウム 1.4% っていう感じですね。リンザーは入っていなくて、小麦のこの時期に必要な葉や茎の成長を助ける成分が中心になっています。今2袋目を入れています。
ということで、肥料を入れて畑に到着しました。で、今回、この、ヤンマーのエコトラ EF895 で巻いていくんですけど、このトラクターにはね、FJD の自動操舵システム AT2 がついているんですよ。以前、ビートの移植の時にもちらっと説明はしているんですけど、今日はまずその AT2 を使って補助登録からやっていこうかなと思っています。ということで、これがですね、FJD ダイナミクス書いてるここにの AT2 の画面になります。AT2 は AT1 より少し画面が大きくなってるんですけど、このトラクターよりも左側がうちの畑になります。ここの畑で5ヘクタールあるんですけど、その補助をね、登録していきます。まず今開いているのがメイン画面です。画面の上の方には補助の面積や現在の速度などが表示されます。左下のメニューをクリック。メニューから補助を選択します。さらにそこから補助設定。そうすると登録済みの補助が表示されます。プラスボタンをクリックして補助を新規作成します。そしたら補助主名前、農場名、補助名を登録します。登録が終わったら確認ボタンを押して、黄色の矢印、×ボタンで最初のメイン画面に戻ります。一覧をクリックすると、さっき登録した補助が出てきます。まだ名前を付けただけなので、補助の設定をしていきます。トップ画面に戻って、新規作成をクリック。補助の登録は境界を設定することで行います。この小麦畑の周りをぐるっと一周することで、畑の形や大きさを GPS で記録できます。境界の下、赤い録画ボタンをクリック。後ろの作業機がトラクターよりどっちに寄っているかを設定します。ブロードキャスターは真後ろになるので、真ん中のものを選択しました。そしたら、今これ録画ボタン、録画されてますよということになってるので、この状態でぐるっと一周していきたいと思います。はい、こんな感じで、ただひたすらに小麦の周りをぐるぐるしています。ちなみにこっち、右側にはね、1本だけかぼちゃあるんですよ。よく見ると、ペーパーポットが植えられてるんですけど、見えないよね。ペーパーポットがね、本当にちっちゃくて、すごい楽ではあるんですけど、ちゃんと活着するか心配。枯れないかなっていう心配を日々しています。すごいいい色をしていますね。ここ、道路というか、道に出てしまうんですけど、そのまま小麦の縁を沿って走っていきます。こんな感じで画面上ではね、どんどん線を引いてってくれてます。今ね、そっちからぐるーっと回ってきたんですよ。なので、あとここ一本まっすぐ行けば終わりなんですけど、最後にね、境界線を引くのと同時に、このベースラインというのも作っていきます。ベースラインは2つの地点を結ぶ基準の線になります。GPS で正確な距離と位置を測るために使います。ベースラインの下、黄色いボタンを押すと登録が始まります。まっすぐ走って端について B ボタンを押せば登録完了です。そしたら境界線と一緒にベースラインを引いていくんですけど、ベースラインはもう本当にその補助の線となるものなので、基準の線になるものなので、ここはしっかりまっすぐ走る必要があります。今、端につきました。263メートルもあるらしい。で、まずベースライン B を押します。はい、B。で、チェックかな。そして、こっちも再生ボタンを止める。そうすると、はい、こんな感じで今私が走ったのですね。あと A 点と B 点、今ベースラインの取った線もちゃんと出るみたい。こんな感じ
補助が登録されています。はい、でですね、今回は肥料を散布していくんですけど、この農機具の作業幅の登録が必要になってきます。だいたいそうですね、パワーハローとか、いろいろ機械を取り付けると全部幅が違うので、その幅を設定していく。で、今回散布肥料アマゾーネに関しては、機械自体はそんなにないんですけど、肥料が飛ぶので、肥料がですね、片側で9メートル。なので、両側で18メートルになってます。なので、ここは18で OK です。では、早速、肥料を撒いていきましょう。こんなもんかな。だいたいね、こう、ボージョとかで走ってはいるので、タイヤの跡を追ってやっていきます。そしたら、あとは GPS を入れて走っていきます。だいたいこのくらいで、閉まってる、確認して、PT を入れて、よし、行きますか。この瞬間がめちゃくちゃ緊張するんだよね。なんか壊さないかなっていう GPS 入ってるから大丈夫。はい。これで、画面上にはガイドラインが表示されるので、次の走行ラインに合わせてボタンを押せば、自動でまっすぐ走行に切り替わります。そうですね、今回この U ターン機能というのを使っていきます。これを押すと、はい、これでですね、180、77メートル後に旋回しますってあるんですけど、これ、左に行くか、右に行くかという U ターンですね。今、東側から取って、そっちから来たんですね。なので、このまま行って、左に旋回してくれます。で、これは、できる限りやってくれます。補助の枠内であれば。さっき登録した補助の、境界線が近いと旋回してくれないので、最初私が小麦の外を走ったみたいに、できるだけ広めに取っといた方が、この U ターンを使う場合はやりやすいかなと思います。うわー、本当に怖い、この瞬間。大丈夫って思うけど、めっちゃ大丈夫。震える、寒気がする。はい、今 U ターンしてくれたんですけど、本当にね、なんかまっすぐ走ってくれるっていうのは、もう慣れてはきたんですけど、自動でね、旋回してくれるって、すごすぎる。本当にすごすぎる。本当にすごすぎるんですよ。しかも、できる限りずっとやってくれるので、本当だったら、こうまっすぐ行って、枕、端っこについたら、自動から手動に切り替えて、U ターンは自分でして、次のラインに入って、GPS 入れて、また自動で走る。ちょっと手間なんですよね、それって。これはもう本当に、全部自動、本当に自動。なので、とりあえずこの U ターンできる限りは、私はすることがないです。ここはちょっと、剥げちゃってますね。水が溜まる場所なので。ただそんなのもお構いなしに U ターンをします。すごい。鳥が可愛い。こう、今までね、GPS なしで走っていると、左右に9メートルずつ取らなければいけないんですけど、正確にはやっぱわからないじゃないですか。なので大体このくらいかなっていうのを見ながら走るんですよ。そうするとやっぱり肥料が被ったりする場所があるので、そうなるとその部分だけこう成長が早かったりとか、
やっぱり正確じゃない分、ちょっとデメリットがあったんですよ。なんですけど、こう GPS 導入したことで、もう正確に測ってやってくれるので、そういった肥料の被るとかもないし、そう、だからすごい今まで不安で、後ろの操作とかもあるし、めちゃくちゃ怖かったんですよね。だけど GPS でもこう登録してしまえば、その通りにやってくれるので、めちゃくちゃ助かってます。ということで U ターンはここまでになります。さっきみたいに1000回しますって出なかったので、残りの1本は自分で走ります。自分でというか、一度 GPS を切って U ターンします。今回はこの5ヘクタールの補助で、最初の1本目と最後の1本は U ターンだけ手動でやったんですけど、あとはね、全部 U ターン使いました。はい。終わりー。あっという間でした。じゃがいも畑にやってきました。この芽が出ているのは全部小豆です。そしてこのもう少しで芽が出そうなのがじゃがいもです。この芽が出そうなタイミングで培土を行います。培土とはじゃがいもの株元に土を寄せる作業のことです。この機械を引っ張ることで平らだった地面がかまぼこ状になります。芋が地表に出てきてしまうと、太陽の光で緑化といって芋が緑になってしまいます。そうなると苦味が出たり毒性を持つ部分もあるので、土でしっかり包み込んで芋が育つスペースを作ります。はい。ということで、培土終わりました。今回はですね、小麦の追肥とじゃがいもの培土をしました。いかがだったでしょうか。もう小麦の追肥の時に使った FJD の U ターン、あれはめちゃくちゃ良かったですね。すごい面白かった。まっすぐ走るのって結構 GPS にも慣れて当たり前だったんですけど、 U ターン機能を初めて使ってちょっと不安になったけど、本当にね、しっかり回ってくれるので、ああいう追肥の時とかに使ってみるのはありなんじゃないでしょうか。で、いいところはやっぱりこう1回ボタンを押せばその補助内できる限りずっと自動でやってくれるので、それがすごく良かったです。はい。で、私はこの FJD82 ですね。82と81を持っているんですけど、農剤イノベーションさんに取り付けからサポートまでをしてもらっています。なので、もし FJD 気になったよっていう方は、概要欄の方に農剤イノベーションさんの連絡先やホームページ載せておくので、ぜひチェックしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。